そもそも写真って真実を写すって書きますけど、まあ真実なんて絶対写してないっていうか、友達とはみたいな話になってきた。今回のピックアップアーティストはアーティストデュオのネルホルさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ネルホルさんは2007年にスタートした田中義久さんと飯田龍太さんによるアーティストデュオです。それぞれ田中さんがアイデアを練る、そして飯田さんがアイデアを掘るというロールを担い、これまで活動されてきました。2011年から200カット以上撮影をした全て異なるポートレートを束ねたものを彫刻する、これまでになかった作品を発表し、オランダや韓国の美術館、金沢21世紀美術館など国内外の美術館で展覧会を開催し、評価を集めていらっしゃいます。これだから全部紙ってことですよね。あ、そうなんです。正面から見たらまあなんか歪んだ女性の顔って感じですけど、ここがすごいもうね、分厚く。何枚ぐらいこれは？これはだいたいこれ200枚ですね。200枚、はい、ちょっとものによって違ったりするんですけど、これはちなみに何のポートレートなんですか？これは、作品名はロードサイドツリーっていう名前なんですけど、街路樹ですね。はいはいはい、で街路樹っていっぱい本当に道のこの左右にこう並んでると思うんですけど、あれをある一定時期になったりとか枯れたりすると伐採する業者さんがいて、その伐採されたものを僕らが譲ってもらって、でそれをこう上から撮影してるんですよ。それをただ撮影するんじゃなくて5ミリずつぐらいの単位でスライスして撮影してスライスして撮影してってこう全部なくなるまで撮影するんですよね。まずはこう紙の厚みがこう束になっている状態を用意して、でそこからいろんな手段で彫り込んでいくんですけど、彫り込み終わった後にそれをこう接着というか後ろの裏板に打ち込んで合体させてるっていう。接着させてから彫るのではなくて、彫ってから接着させてるんです。なのでもう一回そこからバラして、バラす、はい、一回バラして分解するんですよ。紙ってやっぱり糊とかで固めちゃうと呼吸ができなくなって、やっぱ木なんで、シワが寄ってっちゃうんですよね。だからその呼吸できるようにある程度こう余白を作ってあげて後ろに止めてあげて、それをもう一回戻していくっていう状態にすると10年経っても歪まないっていうか。どこから発想されてこういう風になってったんですかね。一番初めにそういう時間を掘っていく作品を作り始めたのきっかけがやっぱポートレートなんですね。でここにあるのはそれのアーカイブ型、ブック型になってるやつなんですけど、ポートレートっていわゆる証明写真になると思うんですけど、証明写真って普通に考えて何を証明してんだろうなってちょっと素朴に思ったことがあって、皆さんID とか、免許証とかみんな証明写真撮ってると思うんですけど、その写真がその人自身を証明することってほとんどないと思うんですよ。そもそも写真ってこう真実を写すって書きますけど、真実なんて絶対写してないっていうか、ポートレートをこう歴史的にこう遡ると肖像画になると思うんですけど、でも肖像画だって結局貴族がこう画家にお願いして作っていたものだったりするから、なんかもうここにあるほくろすごい気にしてる人のそのほくろとか書いたら殺されそうですね。でその人本人が持っている何かしらを抽出する手段はないだろうって思った時に時間軸を使って、撮影する。実はこれもすごい動いていて、皆さんはこれを見た瞬間にこういう顔の人って思うと思うんですけど、実際全然違う顔の人なんですよね。だってこの人だってもうこっから見てももうこっから見てももう全然違う人ですもんね。そのアイデアはもう2人でこう練っていったっていうことなんですか？そうですね。実はここに来る前に、僕は紙媒体を使った仕事をしている、デザインの仕事をしていて、彼は彼で彫刻家としてやっているんですけど、彼の場合はその彫刻といってもマテリアルが紙を使った
作品をずもうっと。本来そうなんはい、でなんかその紙っていうところの共通項の中で、ある時なんかそれがその証明写真っていうところで合致してきて、それでこれが生まれたっていうようなで、そこから時間芸術っていうか時間を彫り込むっていう行為にどんどん興味が湧いてきて、人の内包しているものではなくて、今度はその自然に育った街路樹の木の中に入っている時間を抽出したらどうだろうっていうのでこっちをやったっていうか、いくつかお写真もあるみたいなので拝見していきましょうか。これもまあだから基本的には同じ手法。そうですね、これもポートレートのシリーズの一つで、これはインタビューをしている動画ですね。いろんなお話を聞いていく中で本人が身振り手振り動いてしまうそのブレみたいなものを抽出してる。でさらに言うとこの2つの作品は同じ画像なんですね。それを彫り方を変えることによって、全く違う形状の顔というか表情が生まれてるっていうような。彫り方っていうのは、その時その時で何かこう意識されたりしてるんですか？それもやっぱり対話の中で彫り方を決めていったりとか。そうですね、まず田中の方からこういう素材やろうっていう話を、2人で話しながら決めてきた時に、どんな彫り方がいいかっていうのをまずドローイングするんですね。ここは彫りたい、こう彫ってこういうふうに動かしたらいいかなとかを。でもそれでも思い通りにやっぱりならないんですね。なのでその部分をいくつか試してやってみたりとかしながら、一番いい形が出てくるようなっていう彫り方を考えて進めていくんです。これはそうですね、これがそのロードサイドツリーの展示、21世紀美術館でやった時のサイズが全然違いますね。この大きさ彫った彫ったってことですよね。彫ったやつを拡大したわけじゃないですもんね。やばこれは3メーターぐらいですかね。ちなみにそもそものこの木の大きさはどれぐらいなんですか？これは1メーターちょっとです。直径が、じゃあこれよりも大きいし、これよりも小さいんですね。そうですね。絵画自体もやっぱりボリュームが大きくなったりとか、面が大きくなるとこう圧倒されるっていうか、こう威風一形っていうかこちら側にこう迫ってくるものがあると思うんですよね。これはこちらの作品を展示してその並べた時のやつですね。アトラスってなんていうんですかね、地理というか、山を俯瞰して見てるような感覚もありますし、やっぱりその、いろんな方のにお願いしてポートレートを撮らせていただいていて、しかもそれがいろんな国から日本に集まってきた方というか、いろんな理由で移住されてきた方とか、たまたまそこにいる方とかっていう、その出会いを作品化していっているので、自動的にこういろんな分布になっていくというか、それをこうある一定のフォーマットでアーカイブしていくっていう意味で作った部分はありますね。お二人がやっぱその15年間今までこう制作してきて、その良さだったり、難しさというか、同じ紙というメディアで共通項があったとはいえ、やることは結構違うでしょうし、どうですか？やっぱよく話をするんですけど、初めて会った時はやっぱり全然僕は彫刻の言葉でアートを語ろうとするし、田中やっぱグラフィックをやってきた中でアートを語ろうとする。そうするとこういろんな齟齬がやっぱりあって、話が全然噛み合わないかったんですね。初めて会った時にかなり長い時間話したんですけど、最後の方に行ったらなんかこう根本的な部分が2人で一致してるような感覚になったタイミングがあって、そこが結構僕ら2人にとってすごく重要なポイントで、これだったら2人で何かできるかもしれないっていうふうになったんですよね。それで最後にじゃあ一緒に何かものを作ろうよっていうところから、まさかこんなに長い時間一緒にやるなんて思ってなかったんですけど、でそこからこう1個作ってみてなんか違うよねっていうのをずっとトライアンドエラーしながらこうやってきてるんです。でその中でもやっぱりこう2人でそもそも見方見え方感覚がこんなにいろんなことを話していても毎回違うことが出てくるので、それを一つ一つ本当に小さな機微みたいなところも細かく取って対話していくとなんとなく分かってくることがあるんですね。それでもやっぱ
絶対的に違う人間なんですよ、っていうのはどんどん明らかになってきてます。そここそがその2人が隔たれているっていう生物的な理由な気がしていて、でそれを2人で1個のものを作った時に何かその僕が見たいいところと田中が見たいいところがスッと入ってくると2人で終わったってなるんですよね。作品が終わったっていう、これは完成なんじゃないかっていうところが来る。ぶつかったりとか諦めたりとかいろんな感情の波の中で最終的ななんか帰結点があるんですよね。ありますあります。大体僕は感情型なんで掘る時のテンションがやっぱすごく重要で、なんかそういうのがこうないとなかなかこう手が進まなくなってしまったりするんですけど、なんかやっぱそこら辺がすごく冷静でもあるし、田中がすごい感情的に来ることもやっぱあって、なんかそこら辺もこううまく噛み合いながら2人でこう決して仲良くやってるということではないと思うんです、だから仲良くなってる気もしていて、それはお互いにこう自分たちの違いを理解するために対話をするっていうことをすごく大事にしてるっていうところが大事かなと思うんですけど、友達とはみたいな話になってきたでもやっぱりその彫刻が持っている文脈とデザインの持っている文脈ってどうしても違うので、その視覚的な話をしたとしてもその彼はその深さによる生まれる視覚っていうものを平面として捉える、僕はやっぱりその視覚って考えた時は全体に生まれるその絵面自体の方向性を見ているんですよね。だから常に一緒に作っている状態じゃなくてリモートっていうかメールでやり取りしてここの視覚的な話とかって言ったとしてもそれは全く違うところの会話をしていることに言葉は一緒でも違うんですよね。でそれが諦めていくと多分カテゴライズっていうか隔たりになっていくような感覚があって、それをなるべく対話することでお互いを納得というか帰結させていく行為っていうのがもしかしたら僕らにとって一番重要なのかなっていう気がしていて、それを15年やっているっていうような感覚ですね。実際これ多分生で見てみないとわからない感覚が多いので、ぜひそのね生で見ていただきたいなと思うんですけど、その近々の展示とかはあるんですか？新宿の伊勢丹で5月の6日まで5月の6日まで、やってます。実際生で見ていただきたいですね。ぜひ。いや今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではネルホルさんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますのでぜひチェックしてみてください。以上ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございます。